大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。なんか寒かったり暑かったりですね。暖かかったりですね。もう2月のね、6日、もう過ぎちゃったんですけど、この大寒の間にね、節分までの間に水を汲み置きしましょうね、なんて言ってたんですけどね。はい。本当に今年は大寒っていうだけあって、すっごくね、寒かったですよね、寒の入りからがね。はい。それまでね、暖かいお正月でしたからね、今年は。はい。本当に暖冬だったのでね、安心してたんですけど、もう出張中すごく寒かったです。そうですよね。ちょうど神戸講演会とかがありまして、1月17日、で、関西の方にね、出張だったんですけれども。先生がちょうどお出かけになってる頃でしたね。でもなんかね、長い出張だったんですけど、雪も私はちょっと触れることもなく。そうなんですね。そうなんですよ。はい。大阪に泊まったんですけど、その時もパラパラと、待ってたとは言われたんですけど、私見てなくて。なんかね、すごく、雪のない感じでした。もうね、積もると大変ですからね。そう、滑って転んだって方が結構いらっしゃって。そうなんですよね。で、なんかリュック背負ってね、なんかちょっと高齢の男性なんですけどね、転んで、で、なんか水筒が、水筒をリュックに入れていつも持ち歩いてらっしゃるみたいで、水筒が、なんかこの、肋骨っていうか、なんか当たって、で、ひびが入ったのかなんかかもしれないなんて言ってたんですけど、でもリュックがあったから、頭打たずに済んだんですよ。そうですね。なんて言ってたんですけどね、本当に気をつけて歩いてたのにずるって雪で転んじゃったって言われたので。また慣れてないと怖いですね。怪我された方も多いんですね。多かったんじゃないでしょうかね。皆さん大丈夫だったんでしょうかね。で、神戸講演会、今回、祈りをさせていただきまして。ちょうどね、1月17日でしたもんね、ちょうどその日にね、これも講演会のご指示ということで、しかも117回目の講演会ということで、1月17日、これはセミナーとかなしで講演会だけで117回目ということで、で、たくさんね、神戸講演会でもまた質問もね、出たんですけれども、まずその祈りによってたくさんのね、今も苦しんでおられる皆さんに楽になっていただけたということで、本当嬉しかったんですけれども、それで講演会でも質問がねたくさん出たんですけれどもね、その中にあった質問でちょっと印象的だったのがベッキーさんの不倫騒動も当てて、スマップの解散っていうものも、なんかそういう騒動があるってことも当てられた、占い師の方か何かが、1月の19日に大阪に大きな地震が来るって言っておられますけど、来ますかっていう質問もあったんですね。そうなんですね。17日に。では、神様のお答えは、その予定はありませんと、大阪には来ませんよという答えだったんですけれども、なんかちょっと、やっぱりそういうことをみんなすごく今ネット上でバーって出ちゃうんですかね、気にされてて。で、私、封印しようという意味もないんですけど、ちょっと一人大阪に残ろうと思って、大阪に残ったんですね。で、19日とか一人で残って、で、祈りもしてたんですけれども、土地の神様にお願いして。で、その日に、ちょっと一人でレストランに行ったんですけど、そのレストランが、東京の、東日本大震災の時、2011年の3月11日に、そのレストランは東京と大阪だけにあるレストランで、その東日本大震災の時もその東京のレストランを予約してて、でキャンセルしたんですよ。で一回も行ったことなかったので、そうなんですね。でこういう日に行かなくてはと思って、そのなんか時行けなかった。で今日はまた大阪に地震が来ると言われてる日にあえて予約してみようと思って予約をして、で一人で行ったんですよ。でそしたらレストランの方がなんかそういう話題をこのお店東京にもありますよねって言ったら、東京も行かれるんですかって言われたんで、いや実は東日本大震災の時行こうと思って予約したんですけど行けなかったんですって言ってキャンセルしたんですよって言ったら、もうほーって目まん丸にされて、実は
今日も大阪に地震が来るって言われてる日なんですよって、そうですよねレストランの方が言われたんですよ。ええで、私があえてだから予約したんですって、はい、前それで行けなかったので、今日は来ませんよって言ったら、はい、なんでそんなことわかるんですかって言われて、はい、東日本大震災の時もね、もうその前からはい地震の波動がバンバン体に来てて、あの時はもう来ると分かってたけど、東京行きましたって、今日は全くそれもないですし、来ませんよって言ったら、なんか聞いて安心しましたって、あと数時間あるので、今日まだ夕食だったんですけど、安心していただいたっていうこともあったんです。じゃあやっぱり皆さん有名というか。だからそんなとこでそんな話題が出たので、私も、そうですね。そんな有名な話だったんだと思って、でもその占い師さん来なかったので、なんかその後占いが流行らなくなっちゃったりするようにしていただけたらいいなと、そっちを祈ります。はい。それでは先生、今日もいつものコーナーお願いいたします。はい。大森和代の愛のお裾分け。はい。では今日の質問、由美ちゃんに読んでいただきます。はい。今日は虹の天使さんからのご質問です。はい。2月に発売される子育て本、とても楽しみにしています。今1歳になる子供がいるのですが、神様から授かった天使だと思って大切に育てさせていただいています。ただ天使だと思うとなかなか怒れなくて、いつも一緒に遊んだり甘えさせたり、やりたいことをやらせてあげたりしています。私の方が体力的にもしんどくなってしまいました。それにわがままに育ってしまうのではないかと心配です。先生にアドバイスいただけると嬉しいですというご質問です。はい。虹の天使さん、ありがとうございます。そうですね。子供さんは神様からのお預かり物とか、天使とか、そのようにね、お話しさせていただいています。確かに、神様からお預かりした大事な子なんだ、天使なんだと思うと、もちろん、体罰をするとか、そういうことはきっとできない感じなんじゃないかなと思うんですけれども、まだ1歳っていうことで、きっと、今は、ママと子供との時間がすごく長いのではないかなと思います。他のお子さんとの関わりが出てきた時とかには、やはり、神様はいつも、叱るのではなくしつけなさいっていうことはおっしゃりますので、親としてのしつけということは、していってあげないと、本当に甘やかすだけではわがままになっていってしまいますので、そこはちょっとね、気をつけていかれてください。はい。ただ、どこの部分が叱るでどれがしつけなんだろうってわからなくなるかもしれないんですけれども、私本当、育児の方に書かせていただいたんですが、親からやはり叱られる、厳しくされるということが結構トラウマになっている時があるんですね。ですから、優しく諭すように、どうしてこのこと、何か悪いことをしたときに、いきなりダメでしょ、そんなことしちゃうっていう言葉を先に言うのではなくて、その時も、悪いことをした時も、本当に悪いことをした時っていうのは子供さんも分かってるので、こう親の顔をチロッとこう見ながら、なんかそういたずらしてたりするもんなんですね。で、悪いことしてるなってなんかこう分かってる。その時にいきなりダメでしょと言われると、なんかビクッとしちゃって、怖かった、いじめられたっていう、そういう感覚になってしまうんですね。ですからそういう時も、いたずらしてるなと思っても、まずお母さんはニコッと笑って、で、近づいて、これね、こうしてこうするとこうなるんだよって、こうすると誰かが困るんだよとか、そういう理由を、なぜこれはしちゃいけないか、そういう理由を笑顔で伝えてあげていく。そういうことを、一度や二度じゃ理解できないと思いますが、何度も同じことを諭すように話していってあげるということをね、ちょっと頑張って続けてみられてください。本当にこんな可愛い時は、今はね、長いと思われるかもしれませんけれども、あっという間です。特に3歳までが大切なので、ぜひ、これからもね、子供さんと楽しく過ごす時間を増やして楽しい育児をしていただきたいと思います。また、本を楽しみにしててくださいね。ありがとうございます。
はい、先生ありがとうございましありがとうた。ございました。やはり育児でこうやって悩まれている方、たくさんいらっしゃいますよそうですね。やっね。ぱりね、はい。虹の天使さんだけじゃなくてね、はい。はい。本当に何かはい。育児の方が少しでもお役に立てたらいいかなと思います。はい。私の育児が成功したとかそういうことではないですので、あと私の育った環境が良かったとかそういうことでもありませんので、何かその中から、はい。あーって思うことがあったら取り入れていただけたらはいありがたいかなと思うぐらいですが、はいはいちょっと恥ずかしいんですよ、その本は。あ、そうなんですね。自分のこと書いてあるので、ええちょっと恥ずかしいなって思う。そうですか。はい。はい。で、先生のその楽しみな、新刊の本なんですが、はい。また発売の時には先生、はいサイン会をされるそうですね。そうですね。はい。はいまず総会でははい先行販売させていただいちゃうんですけど、はい。はい。その時にはその場で買っていただいた方だけに、はい。ちょっとスペシャルパワーカードっていうのを作りまして、そうなんですね。こちらをその場でサインすることがはい。当日できないもんですかそうでら、すよね。もうそのパワーカードをはい一緒に、はい本と一緒にはい、持って行っていただくっていうことで、そうですね。はい、つけさせていただくっていうことと、はい。あとは、3月から、2週目ぐらいですかね、発売になりますので、はい。はい、また東京、名古屋、大阪、はい広島、福岡とはい。書店をサイン会で回らせていただきたい全と思います。国5カ所ですね、先生。はい、また日程など決まりましたら、はい。お伝えさせていただきますので、はい。まだ書店さんには問い合わせをしないようにはいということですので、はい。問い合わせの始まりの日にちが決まっておりますので、そうですね。はい。それまでは、はい、お問い合わせをされご案ないように、内をさせていたまだきますね。たご案内させていただきますので、はいはい、平日一箇所を除いては平日になってしまいますのでね、はい。ご無理のないように、またよかったらお友達と一緒にお出かけください。はい、お会いできるの楽しみにしてます。はい。で、そして先生、もう一つ。はい。サインといえはいばこちらですね。うん先生にお書きいただきました。はい、変。今年の一文字ですね。はいはい。こちらの抽選を今から先生にそうです、そうです。していただこうと思いはい、ます。またたくさんの方にご応募いただいてありがとうございます。たくさん入っております、こちらに。いいでしょうか。はい、お願いいたします。ガチャガチャってやって。今日はお一人の方ですので。一人ですね。はいああ、いいですか。はいじゃはい。じゃあ、こちらですね。あ、はい。はい。はい。先生。はい、いいですか。はい。岐阜県の吉田剛さん。はい。はい。おめでとうおございめでとうごます。ざいます。男性ですね。はい。はい。送らせていただきます。で先生、こちらに、お名前とサインを、はい、はい書かせ入れていただいて送らせていただきます。はい。はい。楽しみにパワーもお待ちください入ってますのでね。すごいですね、これ。はい。はい飾っといてください。はい。ありがとあうございりがとうございまました。した。たくさんのご応募ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当一人だけで申し訳ないですね。はいうん。はい。変の言葉通り、ええ今年はいろいろ変動の年となるんでしょうか。はい。いろんな変動、良い変動にね、そうですね。なっていただきたいななんて、はい思いますね。はい。はい。なんか株価もずっと変動してるとかって言われる方もいらっしゃいますし。気温も変動して気温もますね、先生。変動が激しいですしね。はい。この文字通りになこれってしまってますからまたいろいろまたね、はいまあ選挙もあったりとかいろいろ変動もそうです来るね。んではないかなと思いますが、はい。はい、近くの大変動だけはまだ来てほしくないなと祈っております。はい。はい。ではまた来週元気にお会いしましょうね。はい。ではまた来週。See you next week. Bye!